というわけでご覧いただいたのは全て DJI Neo 2で撮影した映像になりますが、今回は初心者向けのセルフィードローン DJI Neo 2をガチプロが使用するとどのような絶景映像が撮れるかやっていきたいと思います。使用する機体はもちろん DJI Neo 2、そしてコントローラーは RC-N3 を使ってスマホをつなげてやっていきたいと思います。いわゆるマビックのような撮影がこんな小型な機体でできるかというのをやっていきたいと思います。設定や操作法も解説したいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。その前にですね、 DJI Neo 2用のハードケースをライカス様よりご提供いただきましたのでご紹介したいと思います。ライカスさんの防水ハードケース N210 というモデルになります。しっかりとした構造でハードケースとしては持ち運びやすいサイズになっています。開封ロックもしっかりしていて、中はウレタンで隙間なく機材を固定することができます。この N210 というモデルは FPV セットを一式収納することができます。ゴーグル3、ゴーグル N3 どちらにも対応しています。防水防塵対衝撃、野外の撮影や移動が多い人にはぴったりのケースだと思います。ライカスさんのハードケースぜひチェックしてみてください。ではまずはですね、機体の設定を見てみましょう。安全面、最大高度が 120m となってますので、そのまま行きたいと思います。リターントゥーホームは 30m、 周りに何もないか確認して高さをチェックしましょう。ゲインエキスポの調整はノーマルでこのようになっています。僕個人としてはピッチ用この辺ですね、数値がちょっと高いのかなと思いますので下げることになるのではないかと思いますが、一旦デフォルトのままにしておきたいと思います。カメラの設定はカラーはノーマルしかありません。コードフォーマット H265、 そしてフォーマットが MP4 ということですね。ヒストグラムは僕は個人的に出しています。一応このヒストグラム内きっちり露出が収まっているかなど確認したいのでオンにしています。グリッドは中心点を出すようにしています。スタイルはこれは海外の方々がおすすめの設定というので、シャープネスをマイナス2、ノイズ低減をマイナス1、この設定にすることでデジタルっぽさをなくしてよりナチュラルに近づくということで、僕自身もこの設定にしています。フレームレート系はやはり高画質でできるだけ撮りたいので 4K の60フレーム、この辺は用途に合わせて50にいいと思います。でホワイトバランスも変に色が変わるのが嫌なので5200、このまま固定でいきましょう。シャッタースピード系ですね、この辺は本当はこれフィルターをつけた方がいいんでしょうけど、シャッタースピードをオートにして露出をマイナス 0.3 に僕は設定しておこうかなと思います。で ISO はオートではなく ISO100 で固定で撮りたいと思います。一応基本的なカメラの設定はこのようになりました。で目の前でちょっと動きを見てみたいなと思います。それでは飛ばしてみましょう。どういった感じで機体が動くのかを見てみたいと思います。やっぱりこの舵を打つとですね、なんかちょっと機械っぽい動きをどうしてもドローンがしてしまうので、分かりますかね。これをもっと滑らかにしたいですよね。なのでここでエキスポの調整をしたいと思うんですが、一旦この目の前を飛ばしてみたいと思います。この辺の周りをちょっと回ってみます。やっぱりこの動きがですね、機械っぽいというかちょっと動きすぎのような感じがするんですよね。なので右に左にと動かした時に動きが速すぎるっていうところで、ここはですねゲインを変えていきたいと思います。このエキスポですね、エキスポを変えていきたいと思います。もうがっつり全部下げましょう。ジンバルの動きもちょっと見てみたいと思いますが、ジンバルは比較的スムーズに動いてますね。これはこれでいいんじゃないかなと思います。もう少しだけスムーズにしましょう。これでどうでしょうか。こんな感じですね。でこれでスティックの動き、ほらずいぶん滑らかになったでしょ。滑らかに操作するとこのようにスーッと動いてくれます。これ非常に大事なので設定しておくと良いと思います。各種シネモードの場合も超滑らかに設定しておく。スポーツモードの場合ももう一番滑らかに設定しておく。これでいいと思います。シルトも下げておきましょう。
これで基本的な設定は綺麗にできたんじゃないかなと思います。機体の設定もできているので、これで問題なく飛ばせるでしょう。それでは行ってみたいと思いますが、まず僕ね、この正面、これがすごく綺麗に見えたので、ここを低空飛行で行きましょう。僕がですね撮影する際はできるだけシンプルな動きで余計な動きを加えず、例えばこのようにまっすぐならまっすぐだけという動きで撮影していきたいと思います。この光が結構強いので少しアンダー目に撮っておこうと思います。それではいきます。いやー綺麗ですね。今日も今ほぼ風がなくなって海も鏡面化しだしたのかなというような絶景になっています。ここまで撮れたら十分なので、今度はやはりこの鳥の巣島を撮影したいというところで露出も変えていきたいと思います。はい、こちらがめちゃくちゃ綺麗な鳥の巣島。はい、このように上昇して前景をまず撮っていきたいと思います。この時にちょっと露出が高いのかなと、夕暮れ時なのでここ難しいところではあるんですが、白飛びをできるだけさせないようにとどめておきたいということで、これぐらいの設定にしておきます。じゃあここで何をすればいいか、この島を綺麗だなと思うっていうところがテーマなので、まずはそうですね、このチルトでどういった場所にあるかを見せていきたいと思います。このまままっすぐ進んでも良いですし、このような広い海、青い海、他にも島々がたくさんある中、この鳥の巣島というのがあるというのを見せていきます。で、逆を見るとこのような絶景な場所にありますよと。で、ここで少し下げましょう。そうすることでこの鳥の巣島の地形が分かります。じゃあここでシンプルなまた動きというところで左移動だけを取っておきます。そうすることでこの手前の砂浜が美しいと、そして海の透明度も抜群っていうのが見れるかと思います。こういうシンプルな動きの方が見てる視聴者の皆さんには伝わりやすいんですよね。機械的な動きをできるだけなくすという撮影をした方が良いと僕は思います。さあここで何を見せたいかってなれば、やはりマフ感ですよね。このマフ感で見る海の透明度と砂浜、こちらが綺麗と。でこれも余計なことせずまっすぐ進むだけ、そういった撮影をしておきます。で電波も見ながらですね、途切れたりしないかというのを気をつけて見ながら飛ばしています。なんかちょっとこのハート型が可愛いです。結構ねバッテリーの減りは早いんじゃないかなという感じがどうしてもしてしまいますね。でここ先ほど通ったので、今度は左奥の奥行き感と一緒にこの鳥の巣島を撮りたい。その時に右に移動しながら回転を交える、これよくあるねこの動き POI ですかね、こちらを加えていきたいと思います。はい、この辺りまでしておいて、もうちょっと下を見せたいかなっていうので、今度は戻しながら、バッテリーがもうやばいですよと、戻してくださいときました。キャンセル、一旦キャンセル、戻していこうと思います。戻しながら取っていきましょう。さあ今度は回転も入れつつ、左移動を入れつつ、チルトダウンも入れています。やはり先ほどのエキスポを調整することによって非常に滑らかな映像になっているかと思います。それではここでマップを開いて、なんかちょっと文字化けしてますが戻していきたいと思います。せっかく戻すならバックしながらこの島を遠ざけていくような映像を撮っておきたいと思います。こうすることでエンディングのような映像がこれで撮れました。もうほんとシンプルな動き、引くだけとかそういった動きでいいと思います。
それではドローンを今度戻す作業に集中したいと思います。ここで戻す時に機体を戻したいけどなんか微妙にセンサーが反応してこうやって戻ってこない時、こういうことありますよね。こういう時は安全から高度安全設定、そしてビジョンポジショニング、障害物検知をオフにしちゃいます。そうすることでこのように戻ってきます。はい、着陸できました。というわけでいかがだったでしょうか。1本のバッテリーでも無駄のない撮影をしていればそれなりの素材も一気に撮れてしまいますので、ショート動画では十分な素材が撮れると思います。ぜひ皆さんもシンプルな動きで我慢して操作の方をやってみてください。最後にですね、その撮影した絶景映像を改めてご覧いただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。